壊れるんですよこの車は。よく壊れるので、もう喧嘩もしたけど別れられない彼女みたいなそうですね。ボーイズ&ウィルズ TV ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方、お名前は？こうきです。年齢は？ 24歳です。お住まいは？芝浦になります。お仕事は？自動車デザインのデジタルモデラーをさせてもらっています。ほう、後で詳しく聞いてみましょう。そして車、こちらコウキさん何でしょうか？ジャガー XJS という車になります。はい、年式は1991年式になります。91年式のこのイギリスのかっこいいジャガー XJS とコウキさんでお届けします。お楽しみに。コウキさん、愛車遍歴教えてください。この車の前に3シリーズのクーペに乗ってました。世代的にはE36 型って呼ばれる世代の。その次これ。はい、次にこれの車を買いましたね。なんでこの車全然ちょっとタイプが違う感じですけど。車の形としてまず2枚ドアのクーペがすごい好きで、なるほど。はい、でこの車はその乗り換えのタイミングでちょうど自分でも買えそうな値段で出てきたので、思い切って買っちゃいました。どこでどうやって買ったんでしょうか？ヤフオクに当時出てて、この車は福岡まで買いに行きました。ほうほうほう。で福岡がフェリーで持って帰ってきたとか？いやいや、自走で自走で、はい、福岡から帰ってきました。どれぐらい時間かかりました？もう2回ぐらい朝日を見たような気がしますね。あ、そうですか。他に特徴とかありますか？あと特に内装の雰囲気がすごい浮世離れしてる感じで、内装の木目だったりシートの革の使い方、ちょっと今の車じゃなかなかできないような使い方してるので、ちょっと後でぜひ見てみてください。このね、イギリスの91年のちょっともうクラシック界に入るんじゃないかっていうぐらいの車ですけれども、早速内装のこともありますし乗ってみたいと思います。カメラどれだ？これか、どれでもいいや。乗ってみます。ということで乗り込みました。はい。どうですか？ちょっと走り出さなくてもいいぐらいのこのちょっとここ眺めてたいですね、僕は。こんななってんのみたいな。このシフトレバー一つ取ってもこんなにたくさんウッドが使われてて、こんなレザーがふんだんに使われてて、でこれ2人で乗りたくないですか？なんかしっぽりと。そうですね、後ろに人がいるともう何も、もうバックミラーで何も見えない狭さなんで。確かに、あとね、僕身長170ないんですけど、げんこつ1個しか入んないじゃないですか。めちゃくちゃ低いんですよ。でこのガラスもね薄い。そうですね、すごい立ってるんで、レーシーですよね、乗ってすでに。ああ、確かにそうですね、なんか包まれ感とやっぱ視点が低いんで、そう、高級感の中にちょっとレーシーな感じ、コックピット感も演出されてて、これはね、それで鼻先もちょっと見えるでしょ。全然踏まないのがすごいいいですね。なんかもう勝手にトルクで進んでっちゃうんで、勝手にトルクで進んでっちゃう。ほとんど踏んでないんですけど。そうですね、ほとんど踏んでないです。もうちょっと音が聞こえてくるのかなと思ったら、すごい静かなんですね。そうですね、特にやっぱ遮音性はすごい静かだなと思いますね。合成がやっぱりとてもいいんでしょうし、もっとソリッドかなと思ってたら、意外としっとり。意外としっとりですね。なんでだろう、これもっとスポーツカーですよね、本当は。そうですね、やっぱ E タイプの後継としては、当時市場的にももっとスポーティーな車を期待してたっていう人は多いと思うんですけど。なるほどね。そう、僕もそう乗って今走り出して、もっとスポーティーな印象かなと思いきや、やっぱり当時北米市場ですごいグランドツーリングカーの市場が大きかったので、そっちに応えてかなりしっとりの味付けの車になってますね。なるほど。じゃあ見た目はかなりスポーティーだけれども、走り出してみるとしっとりしてたの、それが理由。この全身の車って E タイプじゃないですか。そうですね。でこれに進化したわけでしょ。で結構その会社的にもね相当売れた車だし、ジャガーのアイコニックになってるような車だから、 E タイプを作ったデザイナーさんがこの車を発案したんですよ。1970年ぐらいに、でも亡くなっちゃったんですね。それを75年にジャガーが形にしたっていう。そうだったんですね。そうなんです。だからそのロングノーズでショートデッキ、ロングホイールベースでっていうのが
がれてて、しかもこのイギリスのバチバチの木目とレザーが使われてて、でこれ車買って何年目でしたっけ？今5年目になります。初めてもう5年前ですけど、一番最初に買って乗った時ってどういうシチュエーションだったんですか？初めに買って乗った時っていうのはそうですね、この車、九州の方で買ったので、はいはい、そこから乗って帰るというのが初めてのシチュエーションになりますね。個人売買でしたっけ？そうですね、個人売買、ヤフオクで買いました。九州まで行って、はい、原車確認を兼ねて行ったんですか？そうですね、原車確認をして、その場で買いますと言って、帰ってきました。そっから、自走で帰ってきた？そうですね、自走で帰ってきましたね。丸1泊して帰ってきたかな。だから九州出て、はいはい、僕その次の日に東京に戻ってきましたね。でお仕事も車関係じゃないですか、はい、具体的にどんな仕事だったのか教えてもらっていいですか？今ですね、自動車のデジタルモデラーをさせていただいてます。そうはですね、自動車デザインの、元になるスケッチであるとか、ラフなデータがあるんですけど、そういったものをちゃんと設計とかにも使える 3D データに置き換える、その観点から見てこの車のデザインどうですか？結構不思議な形、特にテールゲートの部分が不思議な形してて、なかなかこう個性的で面白い形だなと思うんですけど、やっぱりこの車のデザインって全体のシルエットとか後ろ側のC ピラーのあたりに行くと思うんですけど、キャラクターラインも結構真ん中らへん、普通はちょっと上げ気味にするんですけど、真ん中らへんのキャラクターラインってことですか？サイドから見た時全部のってですね、そういうキャラクターラインもちょっと下げてあって、こう全体的にぼってりとした膨らみ感を感じるデザインになっていて、そういうところもなかなかこう面白い、ちょっと気をてらった感じが面白いなと思います。コウキさん、仕事以外でなんかものづくりとかしたりしてます？ものじゃないんですけど、自分仲間内で、1本ショートフィルムを撮りまして。ショートフィルム、でちょうどですね、そのショートフィルムの、小道具でもないですね、大道具として、この車使ってまして、映像に車が印象的に使われてることってあって、それがかなり印象的になったりとか、この車欲しいなと思ったりすることなんですけど、この車どういうふうに使われたんですか？今回僕らが撮った作品の、冒頭とエンディングで、主人公の女の子の、付き合ってる方が乗ってる車としてこの車を使ってまして、僕らが撮ったその作品が、自分らのね強みを生かしたいなと思って、とにかく車にすごいこだわってる作品でして、よろしかったらぜひご覧の皆さんも、URL か何かから飛んでいただいて、タイトルは、タイトルが「明日海へ行こうよ」っていうタイトルになります。かわいい。ということで、それでコウキさん何やったんですか？僕は今回監督をさせていただきました。すごい。映画監督一緒に一度はやってみたいと。やってみたい。一回やってみたい。そうなんですね。それ楽しみです。拝見してます。やっぱりちょっとね、壊れるんですよ、この車が。よく壊れるので、直しながらですね、乗ってたら愛着も湧きますし、何より20歳から5年間乗っているっていうのはめちゃくちゃこう思い出深くなるというか、かっこよすぎですよそれは。なんというか、この5年の間いろんなことあって、そういう中も一緒に乗ってそういういろんなことあった中で乗ってきたので、もういよいよ愛着がねちょっと勝ってきたというか、もう喧嘩もしたけど別れられない彼女みたいなそうですね、好きやねんみたいなことですよね。言っても25歳じゃないですか。お財布事情が結構ね皆さん気になると思うんですけど、そのために結構倹約してらっしゃる普段から。倹約もそうなんですけど、僕カメラとかも好きなんですけど、ですよね。そういうカメラとかは割とその修理のためにもうしょうがないな売っちゃおうみたいな感じで、その度にいろんなものを売ったり、やば持ち物を削ってまで削ってますね。はい、ということで乗ってまいりました。
どうでしたか？めちゃくちゃいい車。あ、よかったです。程よいクラシック感と大人っぽさとイギリス紳士になれたようなゆったりした感じでとてもいい車でした。ちょっとネオクラでこの辺狙ってる方おすすめの1台です。まあ当然ねクラシックカーなんでいろいろあるかもしれませんけど乗るに値するんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。ということでコクさん、ジャガー XJS100 点満点中何点でしょうか100点です。100点、すごい。その理由はもう100点だから聞かなくてもいいけど、はい。もうね今日何度も言ってきたんですけど、やっぱりこの見た目、これだけで100点です。そうですよね、はい、こんな車は他にはありません。めちゃくちゃかっこいい車でした。最後にズバリこの車乗り続けますか？はい、乗り続けます。はい、ということで他にはもう変わりのないこの車、今日はコウキさんと、ジャガー XJS でお届けしました。ボーイズ&グリース TV また見てください。バイバイ。